皆さんは陰性水草水槽をうまく育てられてますか？僕は最近になっていろいろな香料を試していた後にようやく適正香料というかコツをつかみ出しました。それまではうまく育てられていません。葉を焦がしたり芋が溶けたり黒ひげ苔まみれになったり散々でした。昨年作った陰性水草水槽はアヌビアスの森とコリドラス水槽です。1年経った現在、コリドラス水槽はうまくいっているのですが、アヌビアスの森の方はうまくいきませんでした。アヌビアス7の一部は溶けてしまいました。この犠牲があって今の僕があります。この後に作ったコリドラス水槽は割と陰性水草をきれいに育てられました。とはいえ、この溶けてしまったアヌビアスたちはなんとか復活させたい。半年くらいまではうまく維持できていたんですが、この水槽に魚を増やしてからアヌビアスの調子がパタパタと狂ってきました。ちょうどその頃に苔が多く出始めて CO2 添加をやめたり香料を下げたり悪循環があったと思います。ソイルも栄養のないものしか使っていなかった上に液肥の添加もしていませんでした。その結果芋が溶けてしまったり葉にスポット苔がついてしまいました。この調子の落ちてしまったアヌビアスたち、なんとか救いたい。今の僕ならきっと復活させられる。そんな思いを抱えながら新しい水槽をセットアップします。アヌビアス7育成水槽、元井アヌビアス専用のトリートメント水槽を作ります。いわゆるストック水槽ですね。その一部始終をまとめました。最後まで見てくれるとめっちゃ嬉しいです。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。以前コリドラス水槽を作った際にある魚をこの水槽に入れました。そのあたりからこの水槽は調子を落としていきました。入れた魚は3種類です。すぐにコリドラスを威嚇して攻撃するサイアミーズフライングフォックス、プレモスを食い散らかすシルバーフライングフォックス、コリドラスの餌を横取りしてしまう獰猛なブラックネオンテトラ。コリドラス水槽に平和が訪れた代わりに水質とアヌビアス7たちが犠牲になりました。45センチ水槽に過密になりすぎちゃいましたね。しかも水草の食害のプロフェッショナルたちを入れすぎちゃいました。具体的に出た症状は芋が溶けた、葉にスポット苔ができた。本来アヌビアスの葉っぱは硬いから食害に合いませんでしたが、溶けかけの柔らかい部分は食われた感じがしました。黒ひげ苔は出ませんでした。もしくは出ていてもシルバーフライングフォックスが食べていたのかもしれません。水替えは週に1回、光の量は低めに設定していました。およそ800流面程度で7時間点灯です。前回の動画をアップした時に CO2 添加や微量元素、カリウムの不足が原因とコメントでアドバイスもいただきました。ありがとうございます。生態もかなり密だったので黒ひげ苔も出て絶不調な水槽でした。そんなわけでダメージを受けたアヌビアス7をトリートメントできる水槽を作りたいと。それと同時に外から買ってきたアヌビアスを一時的に置いておけるストック水槽が欲しい。またモスのストックをできるようにしたいということで、モスとアヌビアスの共存するストック水槽を作ることにしました。ちなみにモスはプレモスです。うちではプレモスを水中でうまく育てることはできませんでした。1度目はヤマトヌマエビに食われ、2度目はシルバーフライングフォックスに食われ、3番目もシルバーフライングフォックスに食われました。シルバーフライングフォックスはマジでプレモス大好きです。2週間くらいで丸ハゲにされました。その都度買っているのでプレモスは増やしたいです。自家栽培をしたいと思っていました。アヌビアス7ストック水槽を作るにあたり、管理は水中にするか水上管理にするか迷いました。2週間ほど考えて
水上管理にしました。やはり管理が楽なんですよね。水替えとかしたくないし、水槽を増やすと水槽代も必要なのでお金がかかります。水を入れなければ普通の棚にも置ける重量ですし、管理が楽なんです。ということで、重量のない水上栽培、底面フィルターを使った底面吹き上げ密封循環式の小型水槽にします。ではメンテナンスフリーの放置型パルダリウムを作ろうということで、材料はこちらです。まずは水槽です。使うのはマンフィード36センチスリムです。奥行き25センチの小型水槽です。もうすでに廃盤になっている水槽です。クリアガラスなのに2000円程度で買えてしまう爆安クリアガラスです。シリコン処理もかなり綺麗です。今回はそれを2台使います。水槽1個ですと水草をお店で衝動買いしてしまった時のためにスペースが足りなくなるので2個を作っておきます。まずはここに底面フィルターを作っていきます。水槽の底のお水、つまり地下水を吸い上げて雨のように上からシャワリングをするようにします。山に降った雨は地面を通りまた地下水に戻ってきます。そういった構造にしていこうと考えております。ですので必須なのがこの小型モーターです。アクアフェラミニポンプ、流量は600リットルパーアワー。エーハイムの2213とほぼ同じ程度です。ポンプの置く位置を決めたら猫よけネットで底上げします。これはダイソーに売っています。次に溶岩石を定称に使っていくので園芸用のネットを置きます。このネットがあることで底面に砂利が入らないようにしています。使う溶岩石はチャームで買った5から10ミリの溶岩石です。この溶岩石のサイズがベストです。園芸用マットより大きな溶岩石は底面に落ちることはありません。またこの溶岩石の上にノーマルタイプのソイルを敷いても溶岩石の下にソイルが流れることはありません。そんな大きさが5から10ミリの溶岩石の砂利です。次にシャワリングのパイプを決めていきます。家にあるもので組み合わせてやるといいでしょう。おすすめなのはエーハイムのフローパイプとシャワーパイプです。長ければカットして使うと水槽の大きさにもぴったりです。水槽全体に雨を降らすことができます。内径 12mm、外径 16mm のホースと付属のアダプターを接続し配管の完成です。配管の突出口はシャワーパイプなりテトラマイクロフィルターについてくるシャワーパイプ、水作のスペースパワーフィットのシャワーパイプを使うといいでしょう。ステンレスパイプを使うこともできます。この小型ポンプにはアダプターがついているので、お家で余っている部品、配管を組み合わせてシャワリングシステムを簡単に作ることができます。配管が完成したらソイルを入れていきます。ここでポイントです。モーターの周辺にソイルや石が入るとモーターに絡むことがあります。これを防ぐために防波堤を作ります。園芸用ネットで囲んだり、メラミンスポンジで囲んだり、大きな石で囲むと良いでしょう。ではソイルです。ボタニカルソイルを使います。これはもともと屋内用観葉植物に使えるソイルで、洗って何度でも使えるソイルになっています。もともと栄養も含んでいるため肥料がいりません。水に溶けづらいので、こういったパルダリウム環境に向いているソイルだと思います。また吸着系の力も備わっています。水をきれいに保つことができます。このソイルを使って肥料も加えず水替えもせず足し水だけで維持しているブセファランドラ育成水槽があります。水も未だにきれいで草もいい状態です。ソイルを敷いたら水を入れます。普通の水道水で大丈夫です。ソイルが湿るくらいにしておきます。水たまりを作ってしまうとそこに苔が生えやすくなります。逆に水位が低いとモーターにエアーが絡み空回りをして異音がします。ポンプより高く水位を維持しつつソイルより下になるようにします。
水たまりを作らないようにします。ではポンプの電源を入れて水を循環させます。このまま24時間ポンプを回しっぱなしで2日間放置します。この間に流木などでレイアウトを組んでも良いでしょう。忘れずにカビ予防のバイオ君を入れます。納豆菌がカビの真菌に対して効果があるようです。ですが水が当たらない乾燥気味になるところにはカビが生えてしまいます。これは好気性の菌です。水をかけたり水蒸気で満たしてあげるとカビが減ります。水槽を放置するときには必ずラップをかけたり、水槽の底にヒーターマットを敷くといいです。水槽が置いてある周囲の気温より中の水温が高いと水蒸気が発生しやすく、水槽内全体に水分が充満します。カビも生えづらいです。このまま数日経つと水温や汚れが一旦落ち着きます。流木にも水分が馴染みました。ここで水草を入れていきます。ラインナップはこちらです。アヌビアスランケオラータ、アヌビアスコーヒーフォリア、アヌビアスパンゴリノ、アヌビアスナナ盆栽、アヌビアスミニマ、アヌビアスミニマバリエガータ、アヌビアスキリン、アヌビアスコインリーフ。葉っぱが乾燥しないように水しぶきを当ててあげます。水槽全体に水しぶきが当たるように工夫するといいです。例えばエーハイムの長いシャワーパイプを使ったり、天井にネットを張って水を散らしたり、ハイタイプの水槽を使って上から下に水を散らしたりするといいです。水上育成するにあたり、今回初めて購入したのがピーコックモスです。これはツイッターでブセをパルダリウムとしてとても綺麗に管理している方が使っていたモスです。このモスなんですが、このモスなのモス気になるす、見たこともないモスだからというような感じで、このモスなんですかと尋ねたところ教えてくれました。水上育成するととても綺麗に生えます。それは森の苔の芝生のように生え揃います。パルダリウムとピーコックモスの相性は最高です。今後も活躍してくれるでしょう。完全にピーコックモスの虜になってしまいました。プレモスは薄く広げて乗せるだけです。薄く敷いて広げるだけ、簡単です。軽く水流を当ててあげて放置します。接着剤もいりません。簡単です。完成するとこんな感じです。水上で水蒸気飽和状態、半水上用の状態でストックできます。状態はかなりいいです。新芽の展開も見られます。葉の枚数が増えたら水中に入れようかなと思います。ブセでも体験しているんですが、陸上より水中の方が茎の伸びがいい感じがします。これは60センチ水槽に入れた小さいブッセ、これの半年後の成長具合です。かなりこんもりしてきています。このようにブセは水中でかなり大きく育てることができます。ブセに詳しい方合ってますか、この解釈というわけで、水上ではあくまで新芽展開狙いです。水中で CO2 を添加すると葉が大きくなりやすい感じがします。 CO2 添加できるレイアウト水槽を作った時に使っていきたいです。プレモスも少し分厚くなりました。1ヶ月でだいぶこんもりしますね。もっさりしてきたらトリミングして次のストック水槽へと移植します。ピーコックモスもかなり茂ってくれています。いい感じに栄養を吸収してアヌビアスと共存してくれています。ライトはあまり強く当てすぎるとモスが焦げてしまいます。これはアクアフレア UVA を使っています。設定はこんな感じです。36センチの水槽を2個並べて横幅72センチあります。そこに60センチのライトを直置きしています。さすがに左右が少し暗いです。光量がマックスではないとはいえ、
やはり水槽に直置きだと30センチのライトを2個使って分割した方が良かったかもしれません。左右の暗い部分と中心の明るい部分に成長の差が見られたら、ライトのサイズと置き方を再検討してみます。とりあえず現在は立ち上げて1ヶ月目です。また時が経ったら再度育成状況を報告するので、ぜひチャンネル登録はまだの方はポチッと押してまた見てください。というわけで、水上管理最高。今日はそんなところです。